はい、皆さんこんにちは。なんだっけ、神谷秀樹チャンネルです。なんて挨拶した？あ、はい、クローバーズチーフ違う、クローバーズスタジオヘッドチーフゲームデザイナーの神谷です。よろしくお願いします。もう久しぶりだからどういうふうに挨拶してたか覚えてないんよ。ちょっと間空いちゃいましたけど、皆さんの質問へのお答え再開していきましょうか。じゃあまず一発目の質問からです。パズルボブルはね、ほとんどやったことないですね。パズルゲーム自体は好きで、一番好きなパズルゲームはパネポン、あとテトリスもやりますし、今はもうずっとテトリス99やってますし、毎晩。あとなんだ、上海もあれもパズルゲームって言っていいよね。あれも好きですかね。そうそう、この人よく知ってるなと思うんですけど、僕ダラヤスの基板持ってるんですよ。ダラヤスの基板と3画面のブラウン管も並べてダラヤス遊べる環境を整えてるんで、ダラヤス2と同じ環境で忍者ウォリアーズも遊べますしという自慢をしたいと思ってこの質問を選びました。次の質問いきましょう。これめちゃくちゃ長いな。なるほど。3のエンディングについて知りたいということなんですね。僕がプラチナにとどまっていったらシリーズがどこまでいったか。そうですね。構想はあるんですよね。構想はあるんですけど、こんなところって言ったらあれだけど、言葉で喋ってもあれだし、本当はちゃんと作品として残したかったですよね。そうですね、残念ながらそれはできなくなってしまったんですが、僕としてはあれでシリーズを終わりにしたかったんだとかいう話をよく聞くんですけど、全くそんなことはなくて、トリロジー3部作として1回1つの区切りをつけたかったっていうのはあります。でその区切りをつけるっていうのは当然そこから僕の中のベヨネッタの新章が始まるっていう、でその新章をまたシリーズとして続けていって、もしかしたら例えばそれが3部作になって、でそのまた次に新章になっていくっていう、そんな構想がありましたね。で新章として一旦区切りをつけても新しく始めるっていうことは、ストーリーもそうなんですけど、何かゲームシステムもベヨネッタって1、2、3と少しずつ新しいシステム加えてゲームデザイン的には変えてきてるんですけど、もうちょっとフルモデルチェンジするようなこともできたらいいんじゃないかなっていうような、ストーリーとゲームデザインの構想っていうのはあったんですよね。なので決してあれでなんか終わりにするつもりだったとか、一部でその神谷秀樹はベヨネッタを愛してないとか、そんなわけはないんですよ。新しいベヨネッタを描きたいなっていうつもりで、ああいうエンディングにしましたということですね。そうです。あとベヨネッタのシリーズは続いていくし、もう一方でセレッサと迷子の悪魔っていうスピンオフもできれば、もちろんティナリと一緒に、ティナリともね雑談では話してたんですよね。次はセレッサはこんな冒険が待ってるんじゃないかって、1話だけじゃなくて、またさらに次のエピソードでしっかりとちゃんと少女のベヨネッタが、セレッサがベヨネッタになっていくっていう、そういうところを描きたかったなっていうのはありましたね。ただもうティナリももうね別のところに行っちゃいましたからね。シンギュラリティは確かに設定というか彼のバックグラウンドをちょっと描ききれなかったなっていうところはあります。ただ言い訳になっちゃうんですけど、僕1作った時に最後にバルドルっていう敵が出てくるんですけど、バルドルとの会話ですごい長尺の会話にしてしまったので、もう少しなんていうか、ゲームなんで映像をただ見てるだけじゃなくてちゃんとゲームプレイすることがゲームの大事なところだと思うんで、あんまりそこをたっぷりだらだら喋ってじゃなくて、コンパクトにしてゲームの方にもうちょっと比重を置くっていう作り方を目指した結果、ちょっと説明不足になっちゃったかもしれないですね。ただシンギュラリティ、これマルチバースもよく言われるんですけど、急にベヨネッタ3で降って湧いた設定みたいに言われるんですけど、ちゃんと1の時からマルチバースって描いてるんですよね。ちゃんと見てもらったら分かると思うんですけど、僕の中でそのマルチバースがあって、でそのシンギュラリティっていう存在があってっていうテーマは、何か、これからも自分の中でそのテーマに挑戦して、何かまたみんなに届ける機会があればなと思いますね。はい。次、デビルメイクラインのリメイクに取り組んでいただければ、あなたのビデオゲームが私の人生を助けてくれました。だって、いやこちらこそありがとうございます。本当にそういう言葉がエネルギーになりますよね。デビルメイクライのリメイク、それはねやりたいですよね。だってデビル何年前あれ
2001年とかだっけ発売。俺2000年になるかならないかくらいに当時付き合ってた彼女に派手に振られてめちゃくちゃ落ち込んだんで、その思い出とともにデビルは僕の胸に刻まれてますね。そんな話はさておき、なので、もう24年前とか、さすがに24年前に作った作品なんで、僕そもそも自分で作ったゲームってまた自分で遊んだりすることほとんどないんですけど、デビルもまあ遊ぶことはないですし、でもなんかたまにプレイ動画とか目に入ってくると、やっぱりさすがに24年前のゲームデザインだなっていう気がして、なんていうか今の技術だったりゲームデザインの考え方だったりでフルリメイクしたいなーっていう気持ちはそれはなくはないですよね。やるとなったらどうするんだろうな。やるってならないと本気で考えないで何にも今頭にないんですけど、まあなんかそれはね浮かびますよ、そこは。だからカプコンさん任せてくださいビューティフル城も任せてくださいビューティフル城やろうぜ。じゃあ今回は一旦ここまでということで、皆さんチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。じゃあまた、バイバイ。やられてみたいな。